60歳の約8割、70歳の約半数が働く。年収は300万円以下。本当に稼ぐべきは月10万円。50代で仕事の意義を見失う。60代管理職はごく少数。70歳男性の就業率は 45%。80代就業者の約9割が自宅近くで働く。男性の60歳時点就業率を見ると、2010年には 74.4% と10年間で4% ポイント上昇し、2010年以降はさらに上昇率が高まり2020年時点では 78.9% にまで達している。65歳時点就業率も傾向はおおむね同様である。60歳では8割近くが働き、70歳では 45.7% の人が就業している。なぜ長く働くのか？そもそも、なぜ日本人は定年後も長く働くようになったのだろうか。経済成長率の鈍化や人口の高齢化によって、中高年の賃金や定年後の退職金は減少し、政府の厳しい財政状況から厚生年金の支給開始年齢引き上げなどによる公的年金の給付水準の引き下げも進んだ。こうした中、寿命の延伸によって増加する老後生活費の原資を高齢期の就労なしに獲得することは難しくなってきている。昨今の経済的な事情が、働き続けることを選択する人が増加していることの主因になっているとみられる。国は70歳まで働かせたい。ご存知のように、国としてもできるだけ長く働く人を増やすような政策、方針をとっている。2021年4月に施行された高年齢者雇用安情報では、現状義務化されている65歳までの雇用確保に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するための高年齢者就業確保措置が企業の努力義務とされた。ここでは雇用の提供というこれまでの選択肢に加え、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の創設などの選択肢も提示されている。同改正法は、雇用であれ、業務委託であれ、70歳までの従業員の生活を保障してほしいという政府から企業への要請となっている。国として70歳まで働かせる方向に突き進んでいるが、企業としては人件費などを考えると難しい問題である。それでも、事実として、60歳の 78.9%、70歳の 45.7% が働く社会になっていることを直視することから、定年後のキャリアを描くことが始まるのかもしれない。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。少子化高齢化が進んでいくのはもはや止められないのは事実であり、日本社会、日本経済を支えていくためには年齢で一律に区切るのではなく、健康で働けるのか、それとも体力が落ちて働けないのかで区切るのが適当ではないかと思う。60歳の8割、70歳の半数が働く現実は必ずしも問題ではない。健康である人が働けるかどうかが問われているのだと思う。高齢であっても健康な人が働ける環境があってこそ、日本社会や日本経済は回っていく。少子高齢化が進んでいけば、健康な高齢者が日本経済を支える側に立つ必要があろう。もし、年齢で一律に区切って、高齢者が働けなくなると人手不足がいよいよ深刻になり、あらゆるサービス業が成立しなくなる。それは日本という国が猛烈に不便で、住みづらい国になることを意味する。高齢者の労働は、平均寿命の高い日本の特性を生かした合理的な施策だと思う。生活費の足しになり、適度な運動による健康の維持、人手不足の解消にもつながり効果が高い。身体的な衰え等のデメリットや豊富な経験値というメリットといった高齢者の特性を生かす業務設計をすれば、活躍の場をより提供できると思う。寿命が伸びているから働き続けるのもありますが、賃金が30年ほど上がらず、余裕がないから働かないと生きていけないということもあるでしょう。国は人口減少しているので少しでも長く働いて納税してもらわないと困るのでしょう。そして人口減少していくけれど税収は減らしたくないから増税することになるのだと思います。年金制度は現役で働いている人たちからお金を集めて、仕事をしていない高齢者にお金を配る仕組み。制度が始まった当初よりも平均寿命が伸び、高齢者が増え、子供も減っているので、集めるお金が減って、払うお金が増えている。ない袖は触れないので、現実的には平均寿命の伸びに合わせて、受給年齢を上げるしかなく、結果として働く年齢が上がる。年金制度が破綻した場合は、家族が全面的に親を支えてあげるしかない。これだけ長生きする時代だから、現役年齢が上昇してもおかしくない。元気だったら、短時間でも働いたらいい。短時間労働なら、ゆっくりもできる。好きなこともできる。何より、健康年齢を長くしなければならない。働き手が不足している時代。外国人に頼らざるを得ない時代。若者が高学歴になり、働き始めが遅くなった時代。
何歳でも元気だったら働いたらいい。元気がなくなったら、国がしっかりサポートしたらいい。若者が寄りつかない仕事もある。外国人に押し付けている仕事もある。若者も、元気だったら働けばいい。親に視力があれば、好き勝手できるかもしれないが、年金問題、コストプッシュインフレ、健康保険の負担割合の増加、高齢化怒涛で働かざるを得ないだろう。であれば働ける環境整備をしていただきたい。定年が60歳の会社もあるし、退職した60歳代が新規の就業先を探すとなると贅沢を言わなくとも大変である。先行するか同時並行で長期の政策を行わないで高齢者の負担増をこれ以上行うことはできないと思う。また働けば税金を納めるし、少子化の今国にとっても歓迎する事柄なのだから、自助、共助、公助である年金は、少ないことは最初から分かっている。だから、足りない分は自助、共助で対応するしかないのも最初から分かっている。共助は家族、親類、友達、隣近所、人付き合いによる助け合意。最近は、人付き合い共助が苦手ない人が多い。自助は、稼ぎと貯蓄、年取って楽したいなら、若い時に頑張って貯蓄に励む。無駄遣いはしない。楽しみを我慢する。若い時に頑張らない。無駄遣いをして貯蓄ができなければ、年取っても楽できない。働くしかない。どちらが良いかは、人それぞれ。年取って、時間と金があっても楽しむ体力がないと楽しめない。病気になったら、貯蓄で長く生きられるかもしれないが、あまり意味がない。若い時に無理に稼がないで、遊びを我慢しない。貯蓄を頑張らないで、年取ってもできる範囲で頑張る。それも生き方。働き方改革は、若い時に頑張らせないこと後者を目指している。高齢者が働くという観点だけなら、大正生まれの祖父も、60後半まで働いていました。当時年金が今よりかなり多くもらえるにもかかわらずです。そもそも世間の人口構成も違うし、平均寿命も80歳になるのに60歳で引退して残り20年。若い世代に支えてもらい、悠々自適など構造的に無理があります。現役世代の社会保障費を大幅に増やすなら叶いますが、私40代は賛成しません。私の親は70後半ですが、60の頃は活動的で働いていましたが、さすがに70過ぎると置いてくるなと、これからは70位が現実的なリタイアのラインになるかな、と思います。69歳の夫は前立腺がんを患っているが、元気いっぱいで、昨年から健康のために働くことになりました。今年1月に市の任期付き職員に応募し、夫した受験者がおらず合格となりました。その際、女性面接官から3年間と告げられ、勤務することとなりました。しかし、突然、今週で終了と告げられ、話が違う、と、市長にメールを送りました。私は呼び出されて末席が用意されました。話というのは夫の能力がない、と言われ、然としました。ホームページでよく調べてみると、任期付き職員の使用期間は1ヶ月と明記されており、産休明け3ヶ月間の穴埋めでした。説明責任が不足しており、民間ではありえないことです。公務員は、所詮お役所仕事と揶揄される。内容が理解できました。結果、3ヶ月の間に仕事依頼を断り、合法的名義貸し収入もなくなり、最悪な損失となりました。皆さん、地方公務員には逃げ道があり、よくご注意くださいませ。働けるうちは働いた方がというのは貴殿で国は年金を払いたくないだけ。消費税が空前の税収を上げているのでこれを本来の社会保障の年金に回せば済むこと。今の若い人たちもこのままなんしないなら年金は80、90歳支給と伸びていく一方だろう。騙されてはいけない。再雇用で収入は半減するし、人生100年なんて健康寿命を考えればもっと短いのだから。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。